この映像は2026年5月3日に中国四川省のアクティビティ施設で起きたアトラクションでの事故の瞬間を捉えたものです。落差168メートルの滝を背景にロープにつながれた状態で空中へ投げ出されるスリル満点のそのアトラクション。16歳の少女リュウさんは友人たちと命綱が締まっていないなどと冗談を交わし合った直後、真下へ転落していきました。友人たちの言葉の通りハーネスやロープに何らかの不備があったのか。いえ、違います。この事故の本当の原因は断崖絶壁を舞台にしたアトラクションで起きた最悪の事故。なぜ少女はそれが演出された恐怖にもかかわらず死んでしまったのか。アトラクションを作った大人たちには命を預かるという自覚がなかったんです。おさすけちゃんです。というわけで、やみこさんですね、この土日に、ちょっと C 社フェスがね、日本でもありまして。いろんなところで開催されてるわね。大阪にね、行きました。C 社フェスに参加したんですけど、もうなんか最近 C 社吸ってる人めっちゃ増えてるのが、パンパン。フェスの会場が。そう、もう大人気で、結構並んだんですけど、東京からね、いろんなお店が出店してたりとかね、関西からのお店出店してたりね、こういろいろ C 社を楽しんだんですけど、やっぱ関西と東京でね、なんか C 社の特徴とか、まあ店ごとにも違うんですけど。もうそんな差が出てんの？店ごとにね、いろいろ作り方とかも違うから、味もね、特徴が違うなーってのはあるんですけど、あとはそのフェスでしか買えない C 社のフレーバーがあったりとか、限定フレーバーね、なんと、シュメルにね、あるんで、もしね、来られる方はね、ぜひね、ちょっと限定フレーバー C 社フェスでオンライン買ったらしいんですけど、吸えますかって言ったらね、吸えるんで、ちょっと癖があるんでね、あれなんですけどね、皆さんもぜひね、来ていただければと思います。今回は中国で起きた非常に恐ろしい事故をご紹介します。これね、質問なんですけど、ヤミコさん、絶叫マシン好きですか？いや、大好き。大好き。小さい頃に絶叫マシンの楽しさを覚えた時のことめちゃくちゃ覚えてるもん。どんな教育受けてんねん。いやいや、最初ね、お父さんと一緒に乗ったんだけど、目をつぶってもうずっとうつむいてたね。で、一回、両手を上げて、わーって叫んでみなって言われてやってみたらもう、その時のなんか内臓がってふわーってなるような感覚が、楽しくって、富士急とか大好きだ。その絶叫系のアトラクションに乗ってね、死んじゃうかもって思ったことあります？それはないわよね。だってその安心の上で楽しんでんだから。まあもちろん普通は安全に設計されてるし、まあ乗ってる方も怖いけど、まあ事故はねえだろうと思ってね、乗る人もね、いると思うんですけど、実はそうじゃないものもね、世の中にはあるんです。その事故は観光客たちが並ぶ列の上空で起きました。これからね、そのアトラクションを利用する人たちは、思わずその光景に青ざめるんです。宙吊りの少女。2026年5月3日、中国四川省広安市夕方4時頃、アクティビティ施設マーリウイエンアドベンチャーパークでは観光客たちが上空を見つめ騒然としていました。大きく切り立った崖や高さ168メートルにもなる滝に囲まれたその施設、雄大な自然を要するそのロケーションの中、観光客の視線の先で揺れていたのはロープに吊るされたまま負傷し気を失っている少女でした。気絶したまま吊り下げられてるってどういう状況？なんでこんなことになったの？この状況をね、理解するのには、まずこのアトラクションがどんなアトラクションなのかを理解する必要があるんです。少女は施設の目玉となるアトラクションプーブーチウチエンを体験していました。プーブーチウチエンは日本語にすると滝のブランコという意味。仕組みとしてはロープと滑車を使った高所の移動とバンジージャンプを組み合わせたようなものです。利用者はハーネスとロープで滑車に吊り下げられ、崖の上のプラットフォームからレールに沿って出発。空中を10メートルほど進んだところで長さ300メートルのロープが離され、谷の中央へ向かってスイングするというスリルを売りにしたアトラクションでした。料金は崖や岩場をワイヤーや手すりなどを使って進むビアフェラータの体験とセットで約600元、日本円換算で1万4000円ほど。つい2ヶ月ほど前に始まったばかりのアトラクションでした。大型連休ということもあり、多くの人が話題性に引き寄せられ、非日常の体験を求めてそこへ訪れていたのです。そんな中、突如として上空に現れた負傷し気を失っている少女の姿。少女は意識不明の状態でロープに吊られたまましばし空中で揺れ続けました。彼女はやがて地上へ降ろされ病院へ搬送されますが、その道中で死亡が確認されたのです。これはちょっとあまりにも怖すぎるわよ。だってさ、目の前で起きてて、もしかしたら自分が乗ってたかもしれないっていうのはさ、めちゃくちゃ怖いわよ。これ被害者のリュウさんも友達とね、遊んでてね、こう楽しい時間を過ごすね、はずだったわけじゃないですか。そんな時にね、こんなね、悲惨なことが起こるなんて予想もしてなかったでしょうね。彼女の身に一体何があったのか、事故発生時の状況を見ていきたいと思います。
閉まってない。2026年5月3日の夕方4時頃、マーリウエンアドベンチャーパークの高い崖の上では数人の少女たちが楽しそうにはしゃいでいた。少女の中で航空アトラクションプーブーチウチエンに挑もうとしていたのは16歳のリュウさん。ハーネスとロープで固定され滑車から吊り下げられたリュウさんを前に友人たちは茶化すように言った。命綱閉まってないよ。何が閉まってないのよ。リュウさんは友人たちのヤジに笑って答えながらプラットフォームから空中へ送り出された。通常であればここから空中を10メートルほど進んだところで長さ300メートルのロープが離され谷底へ向かってスイングするはず。しかしリュウさんが吊り下げられていたそのロープは崖からわずか1メートルの地点で離された。落下したリュウさんは谷底へ向かって弧を描くはずだったそのロープが伸びきる前にプラットフォームの真下の岩肌へ激突。谷底へ響いたヘルメットが砕けるような衝突音。リュウさんを吊り下げたロープは岩肌にぶつかった反動で揺れ、くるくると円を描きながら気を失った彼女を観光客の頭上まで運んでいった。観光客は誰もが上を見上げ、ただ唖然とするほかなかった。これはハーネスとかロープがちゃんと装着されてなかったってこと？この映像だけをね見るとそうなんですけど、実は違うんです。プラットフォームを出発した後、空中を10メートルほど進み、岩肌から十分な距離を取った上でスイングされるはずだったリュウさん。しかし彼女のロープが離されたのはプラットフォームから1メートルほどしか離れていない地点でのことでした。そして少女たちが撮影していた出発直前のリュウさんの映像には命綱が閉まっていないと茶化すような声が収められていました。そのため初期の報道や SNS ではハーネスやロープの状態に問題があったと見られたのですが、真相は違います。当局の調査によると友人たちは本当にただ冗談を言い合っていただけで、ハーネスやロープ自体は適切に装着されていたのです。ではなぜリュウさんのロープはプラットフォームからわずか1メートルの位置で離されてしまったのか。それは離せば岩肌に衝突することが目に見えているその位置で係員がロープを離す操作をしたから。そう、この事故はハーネスやロープの脱落ではなく係員の明確な操作ミスによって起きてしまいました。そう聞くと操作ミスをした係員の責任に感じますが、この操作ミスだけが原因と定めると事故の本質を見誤ってしまいます。そしてこの事故を理解する上で役立つのがスイスチーズモデルという理論です。スイスチーズモデル？はい。何？事故の発生とチーズがなんか関係あるわけ？このスイスチーズモデルっていう理論はですね、事故が発生する際の小さなミスなどの穴をチーズの穴に見立てた理論なんです。というわけで本日のメトラキーワード、スイスチーズモデルについて。スイスチーズモデルとは、重大事故は一つのミスで起きるのではなく、複数の安全対策にある小さな穴が偶然重なった時に発生するという考え方。安全管理には本来、確認作業、教育、設備設計、監督、緊急対応などいくつもの防御層があります。これを穴の開いたスイスチーズに例えると、穴はバラバラの位置に開いているため、一つの穴をすり抜けてもどこかの層で危険が止まります。しかし、もし各層の穴が一直線につながった場合、危険がすり抜けて事故に至る。スイスチーズモデルは事故原因を誰か一人のミスに押し込めるのではなく、そのミスを止められなかった仕組みや組織の弱さまで見るためのモデル。このモデルの理屈で言えば、たとえ係員一人がミスしたとしても、通常はそこで即座に事故につながってしまう仕組みにはなっていないはずなのです。要するにこのアトラクションには、ミスを予防したり、ミスが発生した後にそれをカバーするっていう仕組みが一切なかったんです。乗せてはいけなかった。事故の原因が係員の操作ミスだと判明すると、専門家は次のように指摘しました。正常な設計なら指定のリリース点まで到達していなければ、係員が誤って操作してもロックは開かず、人が脱落することはないはずです。高所での危険を伴うアトラクションならこれは当然のこと。本来はセンサーなどによって指定の位置に達するまでスイッチが作動しない設計になっているものです。しかしプーブーチウチエンはスイッチを押せばどこでもロープが離される設計になっていました。また非常時の自動停止の仕組みもあってしかるべきですが、リュウさんがそのまま岩肌へ衝突してしまったことを踏まえると、その仕組みもなかったと考えられます。つまり係員の操作だけに安全性の全てが委ねられていたということ。このアトラクションは人が一つ操作を間違えれば即刻死亡事故につながる設計になっていたのです。いや、これは確かにいつ事故が起こってもおかしくない設計よね。いや、訓練を受けてたとしても、人間なんだしミスする可能性はゼロにはならないわよ。ほんとそうなんです。しかもですね、実はね、これ訓練をちゃんと受けてない係員だったんです。
。この事故で運営会社はスタッフの安全リスクや操作フローに関する調査を受けていますが、その際十分な訓練を行った記録を提示できなかったとされています。訓練の記録を提示できないのも無理はありません。証言によればアトラクションの係員はほぼ見よう見まねで操作していたというのです。当然係員には研修がありますが、研修とは名ばかりで実際はロープの結び方を示す程度のもの。研修のコーチには社内のロープ技能研修に合格していない人員もいたというから驚かされます。このアトラクションには30ページの検査報告書があったとされますが、その報告書も不十分なものでした。報告書には装置が耐えられる重量などの説明はあっても、操作ミスに対応する設計や緊急時の救援については記されていなかったというのです。書類上は検査済みに見えても、その検査が人が間違えた時にどうなるのか、落ちた人をどう救うのかまで見ていたのかは別問題だったのです。また現場には監視カメラも設置されていなかったといい、事故の際何が起きたかを客観的に確認する準備すらされていませんでした。このほかプーブーチウチ園には身長や体重制限が設けられていましたが、証言の中には10歳程度の子供まで参加の列に並んでいたという声も。このようにいつ事故に発展してもおかしくない問題がアトラクションの運用全体に点在していたと考えられます。事故が発生した2026年5月3日は開業からわずか48日後、危険に対する備えが全く足りていない状況かつ係員も不慣れな中、大型連休で人が押し寄せたこともあり起きてしまった事故だったのかもしれません。いやー、ちょっと300メートルものロープを使うアトラクションでなんでそんな安全対策にさ抜けがあるわけ？誰がどう考えたって危険ってわかるじゃな。本当にね、確かにあまりにもねずさんだなとね今となってわかるんですけど、やっぱりこう前例のないね仕組みのアトラクションだったっていうのも今回のねずさんな対応を含めてね繋がっちゃったんじゃないかなと思います。なぜここまで安全性に関する仕組みが甘くなってしまっていたのか。それはプーブーチウチ園が従来のアトラクションの安全基準を参考にしにくい構造になっていたためでもあります。ハーネスやロープで固定され、利用者を崖の上から空中へスイングする通称崖ブランコは中国では人気のアトラクション。各地に新たな崖ブランコが作られており、2024年には国が安全性を保つためのガイドラインを作成しています。一方で今回のプーブーチウチ園はロープと滑車を使った高所の移動と巨大スイングを組み合わせた通常の崖ブランコとは異なる特殊な構造になっていました。国の安全基準をそのまま当てはめにくく、どの基準で検査をするのか、誰がどう安全確認をするのかが曖昧になっていた可能性があるのです。この問題はプーブーチウチ園に限りません。中国では現在スリルや SNS 映えを売りにした航空アトラクションが増加傾向にあり、安全基準が追いついていないことが社会的に問題視されているのです。新しいアトラクション作るってなると、そりゃさ従来のものよりもっと怖いもの、刺激的なものってなるから、そうやってなんかいつの間にかルールを逸脱しちゃうっていうのは危険性としてつきものなのかもしれないわよね。表だって運営されてますし、もう自分たちがお客さんだったら普通に運営してたらじゃあ安全なんだって暗黙の了解で乗るわけじゃないですか。だからこそこういうねテーマパーク含めた運営会社にはこういうね安全設計とか安全管理とかね、そういうのをね本当に徹底してほしいなと心から思います。事故の後、マーリウエンアドベンチャーパークは営業停止措置に、企業の安全管理責任の問題と認定され、責任者には刑事事件としての強制措置が取られました。運営会社は SNS 上の宣伝動画などを削除し、責任者は取材を拒否している状況。遺族との間では賠償に関する和解が成立したと報じられています。しかしいくらお金を払ったとしても、ただ友人たちと遊びに来ていただけの娘を亡くした遺族の悲しみが消えることはありません。滝を背景にスリルを味わえるこれまでにないアトラクションプーブーチウチ園。宣伝ではスイングの子は300メートル、無重力感が全身を襲う、航空での極限体験などと恐怖を強調するコピーが使われていました。なぜ人は危険に見える体験にお金を払うのか。それは怖くても安全だと無意識に信じているからに他なりません。その怖くても安全であるはずのものがどこで本当に危険になってしまったのでしょうか。運営において必要なのは怖く見える演出よりも絶対に破ってはいけない安全の境界を守ることだったはずです。私たちは怖い体験を選ぶとき、どこかで怖く見えるだけで本当は安全なはずと信じています。しかしその安全がどんな仕組みで守られているのかは外からはほとんど見えません。皆さんは怖さを売りにした体験を前にしたとき、その怖さが本当に演出の範囲に収まっているのか考えたことはありますか？